こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはですね、これですね。1979年にですね、ソニーが発売したポータブルオーディオプレイヤーの初代ウォークマンですね。これ僕よく覚えてるんですけども、最初は本当にこういう新しいものが好きな人しかあまり注目しなかった、新聞なんかも取り上げなかったところがいくつもあったらしいんですけれども、3万3000円というお値段でですね、これ実はなかなか戦略的な、お値段なわけですけれども、じわじわと売れてきて、やがて、国内はもとより世界的な大ヒットになったと、いうことなんですね。今日はこれを作っていきたいと思います。ソニーという会社は、戦後に実用化が進んだトランジスタという1個のデバイス、これを大事に育てて飛躍した会社と言っても良いと思うんですよね。米国の、その特許を持っている会社にですね、補聴器を作るといいねとアドバイスされたっていう話は、すごく有名なんですけれども、その補聴器にぐらいしか使えないと思われたトランジスタの品質を徹底的に上げて、ラジオを作って、これが世界的に売れていったと。それがソニーの最初の大成功。同じそのトランジスタの話で、こちらはあまり知られてないんですけれども、コンピューターの世界では電気試験所の ETL-M4 という日本の初期のコンピューターがあるんですけれども、当時非常に高価なトランジスタをたくさん使うということで、ソニーが徐々に品質を上げながら、これを途中から無償で提供して完成にこぎつけたという逸話があります。トランジストラジオとかトランジスタテレビとか、それからテープレコーダーなど小さなポータブルなものが得意なソニーという会社だったわけですけれども、それの金字塔というんですかね、一番大きな成功がウォークマンです。あまりにも世界的にヒットしたので、いろんな伝説や逸話も伝えられているんですが、ウォークマン各戦えりというですね、ウォークマンに実際に関わってそれを推進された黒木さんという方が書かれた本があるんですけれども、これも僕とても好きな本なんですけれども、かなり細かく当時のことを伝えてます。その本によると、一人の若いエンジニアの方がですね、当時プレスマンという小型のテープレコーダーがあったんですけれども、それをもう自分用に改造して遊んでいたと。スピーカーいらないから取っちゃって、ステレオ化するために回路を突っ込んで、ヘッドホンの標準ジャックを2つつけて、それを左右の音にしていたということらしいんですよね。でこれを、当時名誉会長の伊深勝さんとか会長の森田昭夫さんの2人が非常に面白かったと。特に森田さんは、今の若い人は音楽なしでは生きていけないんだよと、その時言ったそうです。これ時代としてはポパイの創刊が1976年なので、ラジカセを外に持ち出してスケートをしたりとかですね、そういう西海岸の文化があったわけですけれども、そういったものが日本に伝わってきた時代です。でこの初代ウォークマン、面白いのはですね、イヤホンジャックが2つついてるんですね。2人同時に聴けるようになっていたと。それからボタンを押すと外部の音が聞けるようになってた。要するにヘッドホンをしたままだと周りの音が聞こえないので、それを押すことで他の人と会話することもできたということなんですよ。社内のいろんな葛藤はあったらしいんですけれども、発売されることになったと。 TPS-L2 という型番ですね。ちょっと技術的なことに触れると、81年2月に発売された2代目ウォークマン、これはですね、相当に進化していて、実用化間もないフレキシブルケーブルを使ってボタンを蓋側に持ってきた。そうやってフットプリントっていうんですかね、全体を徹底的に小さくしたり、ジョギングしながら音楽聴いたらどうっていうような提案をしてたわけですけれども、ワウフラッターと言われている音の歪みを徹底的になくするというようなこともかなり実現したと。それに比べると今回作る初代ウォークマンは、何しろもともとエンジニアが遊びって作ったものだったので、新しい技術はあまり使われてないんですよね。ただ1個だけですね、実用新案があったと言われてます。それはですね、ステレオミニジャックですね。今みんなが毎日のようにお世話になっている小さなステレオミニジャック、それまでのジャックってものすごい大きかったわけですけれども、これが実はこの初代ウォークマンの時に作られたと。でソニーはこれの図面を公開してですね、1社だけで使うんじゃなくて市場全体の拡大を優先したということも有名ですね。ということで
できました。初代ウォークマンが発売されてから20年の歳月が流れて、ウォークマンのデジタル版といっても良い iPod が Apple から発売されます。この iPod がやがて iPhone に進化したのはよく知られてますよね。実はソニー自身もウォークマンを発売した翌年にタイプコーダー OAS1100 という型番なんですけども、ワープロとマイクロカセットを組み合わせた商品を発売しているんですよね。ウォークマンってそういう意味では今のモバイルの原点だと思うんですよね。人間と道具とかメディアというものの関係を問い直したすごい商品だと思います。ということでですね、これ当時憧れて買えなかった人、実は僕もそうなんですけれども、でもこれを買って懐かしいなと今見ていた人もいると思います。ということでですね、なかなかいい感じでできたかなとは思ってるんですけれども、来週もやります。見てください。